ッピーハロウィン。では、今年もハロウィンイベントをプレイしていきましょう。今年は新キャラクターが追加されたので、そちらを確認します。それから、本題に入る前に皆さんにお願いです。チャンネル登録してください。1000人目前で、ピタッと増加が止まってて、なんなのこれ？まあ、とりあえず本編始めましょうか。チャンネル登録よろしくお願いします。では、新規追加イベントの開始条件を確認しましょう。はい、条件は、こちらです。去年のイベントと違って、主要文化の条件はないんですね。はい、なので、プレイ国家は、バイエルンか、バイエルンを獲得可能な国家になります。1890年の期限なら、ドイツの統一は余裕なので、おすすめ国家はプロイセンでしょうね。はい、今回はプロイセンで開始します。イベント後の進め方は、プレイ中に説明しますね。では、ゲームを開始しましょう。では、プロイセンを選択してゲーム開始です。序盤の方針ですが、まずは、ドイツの統一を目指して、イベント対応はその後にします。バイエルンには、プロイセンのリーダーシップに賛成してほしいので、関係改善を始めておきます。そして、ハノーファーは、時間が経つとイギリスから離脱するので、後で介入するために関係改善します。最初の研究は、民族主義です。これで、統一までの時間が加速します。2番目以降は、社会と生産から必須なものを適当に並べておきました。施設の見直しです。石炭はあるので、ガス灯を有効化しましょう。大学が旧式になっているので、哲学科に更新。そして、聖職者を大学と行政府から追い出します。黒字が 3.4 キロあるから、建設局を1つ増やしても平気かな？それから、造船所を建設して、船が輸入頼りの不健全な状態を改善します。あとは、不足品を確認して、建設級に入れましょう。初期建設は、こちらにしました。船と発動機と紙を作って、あとは材木ですね。生産予約を入れただけなのに、赤字になってしまったので、消費税で挽回します。まだ赤字なので、初めから施設売却しちゃいます。まあ、信用額が大きいので、多少の赤字は問題ないんです。破産する前に経済規模を拡大できれば、序盤の借金なんて誤差です。外交を設定します。イベントで必要な、スイスとの関係改善に着手します。影響力の残高がなくなったので、オスマンとスペインをライバルに指定。ライバル指定で増えた影響力を使って、ロシアとイギリスに関係改善を入れます。さて、法の制定については、今すぐ変えられるところは少ないですね。改正する余裕は多分ないですが、植民地法を変えておきます。最後に、シュレーズビヒ・ホルスタイン問題への対応です。プロイセンとホルスタインの間にある、メクレンブルクに軍事通行権を要求します。はい、これで初期設計は完了です。では、時間を進めますが、最初に狙うのはここ、ホルスタインです。事前に、東側のメクレンブルクに通行権をもらっているため、陸上戦闘が可能です。では、宣戦布告です。そして追加要求で、北側のシュレーズビヒをデンマークから解放します。あ、メクレンブルクが緑マーク、参戦要請できちゃいますね。開戦です。シュレーズビヒの解放ではなく征服したいけど、同時に取る方法がわかりません。勝利。そして、統一ジャーナルも進行しました。さて、デンマークから解放したシュレーズビヒ、ここも関税同盟に誘いたいのですが、今は大使館設置が無理そうです。ひとまず関係改善を入れて、時間が解決してくれるのを期待しましょう。デンマークから係争地を解放したから、時間が経てば北ドイツ形成を達成できますね。そして、植民地搾取、無事に制定できました。次は、諸国民の春イベント中だし、選挙制度を導入してみます。勢力圏の権限を獲得。精神的研究に割り当てます。ハンガリー独立戦争です。ハンガリーへの支援で参戦します。要求するのは、バイエルンに隣接するベーメンです。V1.10 になってから、ドイツの統一はイージーです。ドイツ統一は、要は、プロイセンとオーストリアのリーダー争いなので、ハンガリーの独立に、ちょっと手を貸すだけで、競争相手のオーストリアを弱体化できます。しかも、ハンガリー領は、
今後の国家形成に不要なので、こちらにデメリットがありません。開戦しました。優勢ですね。問題なく勝てそうです。この戦争が終われば、オーストリアは統一候補を辞退するはずです。プロイセンが唯一の統一候補になるので、もう、ドイツ統一は終わったようなものです。民族主義がアンロック。そして、オーストリアの弱体化にも成功です。さて、戦争が終わったので、オーストリアに関係改善を入れます。これで、オーストリアも、ドイツの統一に賛成するので、戦わずしてオーストリアを併合できます。そして、影響力の残高が心もとないので、ブラジルをライバルに追加します。増やした影響力で、スウェーデンに関係改善です。プラス50になれば、勢力圏に誘えるはず。おっと、革命イベントです。普通選挙か制限選挙の即時制定ですね。ここは、普通選挙にします。改革が一気に進みましたね。そして、たった今初期の建設予約が終わったので、不足品を増産しておきます。あとは、統一の木が熟すのを待つ待機時間です。重大なイベントだけピックアップして、少し駆け足で進めちゃいますね。反乱鎮圧の見返りに、ハノーファーと条約を締結。スウェーデンが関税同盟に加盟。警察法を改正しました。精神的研究をアップグレード。労働組合法を改正。ハノーファーを陣営に引き込めました。そしてシュレーズビヒも。よし。すべての北ドイツ諸国が関税同盟の傘下に加わりました。国家の統一を求める声がドイツ諸国に広がって、またジャーナルが進みました。もう、北ドイツ形成の条件は達成済みですね。まずは、統一のファーストステップを達成です。はい、次は、バイエルンを含む南ドイツの統一ですね。やっとイベント関係を進捗させられます。文化的排斥の制定が成功です。政治運動が苛烈なので、警察と内部のレベルを上げて抑え込みますね。よし。オーストリアを陣営に引き込めます。オーストリアも、ドイツ支持派に転向しました。ドイツの形成、押しちゃいます。やったね。イベントの舞台、バイエルンを獲得できました。一箇所だけ統一に反対した国がありますね。併合しておきました。はい、国境が綺麗になりました。主要文化が増えたせいか、分離運動も沈静化してます。とても順調ですね。さて、バイエルンが獲得できたので、次にやるべきことは発電所の建設です。ただ、発電がアンロックするまで、まだしばらくかかります。研究完了を待つ間に、中央ヨーロッパの国家形成を終わらせちゃいますね。ここは本題ではないので、要点だけピックアップしてダイジェストでお届けします。まず、フランスと戦うので、イギリスを味方に引き込みました。少し時間を飛ばしまして、悪行ゼロになったタイミングでオランダに仕掛けました。外交官の追放からの宣戦布告です。オランダの3州を獲得。悪行が減るのを待っていたら、イギリスから参戦要請が来ました。参戦したら、敵側にフランスがいました。そういう経緯で、アルザス・ロレーヌも獲得しました。あと一つ州を獲得すれば、国家形成できます。というわけで、次のターゲットはベルギーです。フランスが介入しましたが、軍拡済みなので余裕です。勝利です。では、国家を形成します。はい、国旗が変わりました。主要文化が増えたので、これで、分離運動の心配もなくなりました。さて、国家形成で時間を潰している間に、発電の研究が始まっていました。イベントの開始まで、あとちょっとです。研究完了まで、進めちゃいますね。やった。発電、アンロックです。では、ここから、本格的にイベントに対応します。まずは研究の見直しです。イベント用の電力会社を作るので、企業枠の拡大する研究を前に持ってきます。最速は投資銀行で31ヶ月後ですね。次に、バイエルンに発電所を建設します。必要数は10です。大学は、多分足りているけど、切りのいいところで、こちらも10に拡張しておきます。準備は OK です。イベントが発生するまで時間を進めましょう。来た。おっと、読めないね。ちょっと待ってね。再起動して英語表示に切り替えるから。
言語設定を切り替えてきました。読めるね。Google レンズの翻訳結果を並べておきます。下を選ぶと、イベント終了しちゃうね。では、上を選択して、人造生命の研究を援助します。研究完了を待ちます。待ち時間は5年プラスアルファです。はい、6年後に研究の成果が出てきました。例によって読めなかったので英語表示に切り替えています。日本語訳はこちらです。一番下は追放エンドで、上の2つは将軍の特性を選択する内容です。多分バグなのか、2番目の選択肢だと会社が作れなかったので、一番上を選んでください。では、一番上の選択肢で将軍を雇用します。会社も設立しちゃいましょう。日本語環境に戻ってきました。まずは、出現した将軍を確認してみましょう。名前はアダム。世界初の人造人間だから？めちゃくちゃ良い名前もらってますね。名なしじゃないんだ。とりあえず、アダム軍を創設しておきました。この後出撃してもらいます。イベントとは関係ありませんが、植民地化権を与えて、領土の作成も開始します。最後のイベントは、会社の繁栄度が100になったら発生するはずです。では、アダム将軍の初陣のために、北イタリアに攻め込みます。あ、イタリアが来ちゃったか。小国相手にアダム軍だけで戦いたかったのだけど。仕方ない、全軍出撃です。開戦です。北イタリアから3州請求しました。さて、アダム軍も戦闘してますが、特にイベントはなさそうです。その後も終始優勢で、アダム軍でサルデーニャ上陸作戦などもしてみましたが、特に何もなく終戦しました。もう何もないのかなと思っていたところで研究バフイベントが来ました。なるほど、戦争じゃなくて研究のイベントを起こすキャラなのかもね。お待ちかね、最後のイベントです。だいぶ時間がかかりました。何やら物騒な内容ですね。翻訳画像を並べておきます。どうやら、例の企業は、人造人間を生産して世に放つ危険な会社だったようです。このままプレイを続けると、人造人間の人口がどんどん増えていくみたいです。ただ、まだまだ時間がかかりそうなので、今日は、ここまでで終わりにさせてください。最後のイベント、なかなか出なくて大変でした。会社設立できないバグとかありましたしね。さて、次回ですが、V1.12 まで、もう時間がないですね。そうですね。長編は無理かな？では、間に合ったら、単発の小ネタを一つ出すくらいにしましょう。はい。それでは、次回をお楽しみに。